今オープン前のリュキュリアさんに入りました。ここはアンティークショップで、高円寺駅から徒歩5分ぐらいです。世界各地から本当に良いアンティークを集められているお店で、僕がとても好きな空間でしたので、店主と、仲良くなって今回展示させていただけることになりました。私は奥田拓郎と申します。独学で球体関節人形を作り始めて、本日が初個展となってます。魔女の錬金室というタイトルを付けさせていただいております。魔女の少女が、この部屋の主という設定で制作をしております。錬金術師の父親と魔女の母親がいて、その2人が残したグリモワールをもとにいろんな実験を繰り返してるっていう、そこで、鉱物を使っていろんな実験をしたり、新しい人形とか生命を生み出そうとしたり、いろんな実験を繰り返しているっていう実験室が展示のテーマになっております。この子の名前はエレクシルと言います。全長が1メーター超えの人形で、全身でこのサイズが一番僕の中でも大きなサイズとなっています。目はオリジナルのグラスアイを、作ってはめ込んでいます。ぜひ鏡込んでこの輝きを見ていただきたいと思っています。猫の作品はエルミタージュという名前です。エルミタージュ美術館に猫がたくさん雇われているっていう話を聞いて、自分のアトリエにも守り猫として、制作しました。なんかあれ言おうとしたんですけどね、なんか忘れちゃったの。こちらの人形は初めて鉱物を使用した作品となっています。眼差しがとても気に入ってます。こちらの作品はジオードという名前で、衝動といって石ころを割った時に中にこういう水晶が、集まってできているっていうものがあるんですけど、そちらを使用した作品となっています。4大元素をイメージして制作しました。それぞれに、天然石を使用してまして、石に合わせて目の色が変わってます。目はガラスを溶かしてそれぞれ色を作って制作しています。この子はメルトというタイトルです。ご覧の通り溶けているものをイメージしたんですけども、石とこの溶けているというイメージを融合させた、自分の中でもすごい実験的な作品になりました。こちらの、作品は心臓をモチーフにしています。石はアラゴナイトを使用しています。血管や細部にわたって、造形ができたのですごく気に入っています。こちらの3体はメンフクロウをモチーフにしています。目はグラスアイを使用していて、くちばしと足は銅を削って作り出しています。こちらの2作品は、銅版画の作品になります。自分が作りたい作品のイメージを、2次元の絵にして作品にしてみました。エッチングという技法を使っているんですが、すごい線が細く出るので、細部までご覧いただけると嬉しいです。こちらの作品は制作したものの中で一番大きな作品となっております。等身大のトルソーで、足から頭の先まで全て自身で制作しております。実は今日30歳になりました。30代のスタートが自分の個展開催中ということで、自分にとってすごいいいプレゼントになっているなと思います。手作りで物を作るっていうことの尊さといいますか、僕自身物作りが好きだっていうところからいろんな作品を作ったりっていうのをスタートしてるんですけども、手作りにこだわるっていう点と、あと独創性、僕が作ったから価値があるといいますか、僕しか作れないものをどんどん生み出していけたらと思います。次回の展示なんですけども、3月22日から27日までの間、銀座のユーガローさんで、2人展を開催します。三浦幸太郎さんというテンペラ画家の方と一緒に、人形と
絵を一緒の空間で展示させていただきます。ぜひその時も来てください。ありがとうございます。